日本の貧困化が進む原因は何だと思いますか？日本は給与水準こそ低いですが、税金がそこまで高いわけでもなく、治安が著しく悪いわけでもないので、年々悪化している理由を知りたいです。社会主義だからじゃないかなと思ってるんですよね。日本は成功した社会主義の国であるっていう風に表現されることが結構多かったりするんですけど、クビにできないんですよね。なので、一生懸命働く人が、働いた分だけの成果の給料がもらえなくて、一生懸命働かない人は給料をもらい続けられるっていうのがあって、超絶働く人とすげえサボる人の給料の差が全然ないんですよ。超絶働かないやつをクビにして、優秀なやつに給料払うっていうのをやれば、優秀な人はどんどん給料もらえるから頑張るし、そこで優秀になった方がいいんだっていうので人は頑張るんですけど、優秀になっても評価されないんだったら、もう俺サボった方がいいよねっていう風に、優秀になる能力のある人も諦めさせちゃうんですよ。で、これが社会主義のうまくいかなかった理由の一つだと言われていて、いいものを作るとか頑張らなかったとしても、毎年金もらえるんだったら、頑張らないよねっていうので、社会主義っていいものを作るっていうのが起きなかったんですよ。なので、資本主義というのは競争が起こりますと。なので、いいものを作った会社の商品が売れて、いいものを作れなかった会社は、商品が売れなくて、結果として倒産しますと。倒産をすることによって、いいものを作れなかった会社がなくなるので、そこで働いていた社員というのは、いいものを作っている会社に就職したり、じゃあ今までの技術を使って、売れるものを作ろうっていう形で、別の会社を作ったりっていう形で、無能がその市場からいなくなることによって、そこの会社に縛られた社員っていうのが、別の景気のいい会社だったり、人を募集している会社に移動したりして、結果としていい会社がより伸びると。で、悪い会社は市場からいなくなるからどんどん減っていく。なので、いい会社が伸びて、いい商品がどんどん増えていく。で、悪い会社はどんどん減っていくという自由競争が起こるのが神の見えざる手って言われて、というのが自動的に起こるから資本主義というのはどんどん発展していくんですよ。っていうのが資本主義は起こるはずなんですよ。ところがどっこい、日本はダメな会社が潰れない。日経平均がなぜ下がらないかっていうと、日銀がずっと株価を買い支えているから。アメリカも別に上場企業が潰れるわけじゃなくて、ダメな会社はいい会社に変われるんですよ。ダメな会社といっても、その会社が全面的に悪いわけじゃなくて、実は優秀な部門があったりとか、いい特許を持ってたりっていうのがあったりするので、そこが優秀な会社に変われることによって、優秀な会社にその技術が使われるんですよ。モトローラっていう、昔携帯電話でブイブイ言わせてた会社っていうのがアメリカにあったんですけど、結果としてモトローラは、最初 Google にほとんどの特許を借りたのかなっていう感じで、割と潰れて社員がいなくなるというわけでもなくて、使える部門というのをちゃんと使える優秀な会社に行って、そこの優秀な会社が利益を上げるっていう形になるので、なので、今の時代に合わなくなった、要は経営陣が今の時代に合わなくなりました。でも、この技能だったり、この特許だったり、この社員は使えるよねっていうんだったら、それは買い取ってうまく使った方がいいよねっていう形で、モトローラの特許を買うことによって、Android はめちゃめちゃ世界中でうまくいって、結果として世界中の携帯で今一番多いのは Android の携帯なんですよ。日本だと iPhone 多いんですけど、他の国だと Android の方が多いんですよ。ダメな会社というのが市場から撤退することによって、新しい会社が利益を上げて、いろんなものが売れてよかったよねっていう構造になるっていうのがあるんですけど、残念ながら日本はそういう構造にならないっていうのが、日本があまりうまくいかない理由なんじゃないかなと思います。円安が進んで貯金を日本人円で持つ人が多いのはなぜだと思いますか？今後のことを考えると多少は米国株や金などをポートフォリオとして持った方がリスクが少ないのかなと思います。日本人の平均貯蓄額は1820万なので、少ないなりにも投資に回すべきなのでは考えています。僕もそれで正しいと思いますけど、すべての人が合理的にものを考えることができるわけではないというところで、高齢者ほど新しい価値観、考え方というのがまずわからない。さらにあるのがこれ、やり方がわからない。外貨ってどうやって買っていいのですかっていうのがまずわからない。で、そういう人ほど銀行に相談しちゃうんですよ。銀行って投資信託売ってるんですけど、2022年かなんかで銀行が売った投資信託の 99% が元本割れなんですよね。買った人は 99% 損してるんですよ。投資信託って売った瞬間に手数料収入があるから銀行ってすぐ売りたがるんですよ。なので普通に外貨を買ったりとかオンラインの証券会社とかで SP500 とか買っとけば全然増えてるのに、窓口で相談した結果、外国のその株とかも入ってるこの証券いかがですかっていうのをお勧めされて、これでドルとか買えるんだへーって言って買って損する。相談相手が、でもね、銀行は信用できそうに見えるんですよ、昔はね。銀行信用できたんですよ。今はね、情弱をかもるっていうのを銀行はやるので、
銀行を辞めた人の話とかで、高齢者を騙す仕事をしたくないからもう銀行を辞めたいですっていうの、地方銀行の人に結構多いんですよね。投資信託とかを売らなければいけませんっていう若い人たちのところに営業の義務が発生して、やるとしたらそれなりにお金持ってる人ってやっぱ高齢者なんですよ。高齢者のところに話したときに、この有価証券買った方がいいんじゃないですか、投資信託買った方がいいんじゃないですかみたいなことを言って買わせるっていうのをやらないと、結果として上司に怒られるっていうのがあるんですよね。なので、それをこうやり続けるのが辛いっていうので、こうやりたくない、だからやめるみたいな人が結構いたりするので、金持ち相手っていうかね、今金持ってる人って高齢者なんですよ。さすがにもう証券会社は高齢者にはめに行くは今はそんなに効かないから、本当に金持ってる人ってはめづらいんですよね。それなりに情報を持ってる人しか今金持ってないので、普通に働いていて、引退して年金でずっと稼いでいますっていう、年金でお金が入っていますっていう、70代ぐらいの人とかが銀行しか金融的な接点がないので、銀行に騙されるんですけど、逆にそういう人って証券会社の接点がないから、営業に行くっていうところが地道に訪問販売みたいなことやれば別ですけど、でもそうじゃないと、だいたい50代とか40代とかで証券会社の接点がある人って、すでに金持ちなんですよ。今、3割ぐらいの人が何らかの証券を買ってるんですけど、株だったり投資信託だったりとかで、10年前ぐらいに有価証券持ってる人って、日本の人口の 10% とかそれぐらいだったんですよ。株を持ってる人っていうのがすでにレアで、株を買うというのは金持ちである。そういう時代だったんですよね。で今ね、確かね、NISA のおかげで3割ぐらいになったはずなんですよね。見る情報によって数字が違うので、金融庁とかがちゃんとした数字を出してくれれば確定すると思うんですけど、まだまだ半分にはいってないっていう状態。半分にはいってないので、7割ぐらいの人は、未だに円資産しか持ってないっていうのと、20代でいくと、5割、6割がゼロ貯蓄世帯なんですよ。貯蓄ゼロ世帯か。でね、確か50代とかでも2割とか貯蓄ゼロ世帯がいるのかな。毎月毎月働いている給料で暮らして、普通預金には多少5万円とか10万円とかあるんだけど、定期預金とかいられるほど100万円とかのそれなりにまとまった額を持ってないという世帯が結構多いんですよ。でね、これのね、2人以上世帯になるとまた変わってきて、結婚できてる人たちは結構それなりにお金があるので、やっぱ貯蓄ゼロ世帯は減るんですよ、10% ぐらい。なので、金を持ってる人は割と結婚ができるっていう感じなので、結婚したから金が余るっていうパターンもあるんですけど、なるべく結婚した方がいいんじゃないかなと思います。日本において低所得者層と言われる年収400万以下の割合が 30% 超えたそうです。これだけ多いと定義を見直さなければいけない気がします。そもそも給料があらず年に下がっていることが問題だと思いますが、これは政策で解決できない問題なのでしょうか。日本の平均年収というのが他の国に比べて全然上がってないというところなんですけど、政策で解決できる問題なんですけど、解決するには多分20年ぐらいかかります。日本のマーケットというのは日本の人口で決まるので、日本の人口が増えなければならない。日本で物を売るんだったら。海外で金を稼ぐのであれば、海外で商品を作ってる人たちよりも日本人が賢くなければならない。なので、教育でめちゃめちゃ賢い日本人を作るか、もしくは日本人をどんどん増やして日本のマーケットを増やすか。これどちらか、もしくは両方やらなきゃいけないんですよ。ところが、じゃあ少子化対策ってやって子供が増えたとして、その子たちが成人するのって20年後なんですよ。今70歳の政治家がそれやったとして成果が出るの90歳です。やるわけないでしょ。1ヶ月後の選挙とか、半年後の選挙とか、今の支持者を喜ばせるというのを政治家はやってるので、20年後まで成果出ませんみたいな政策に金を使うわけがありません。なので結果として少子化対策というのはやらないまま40年経ちました。なので基本的には僕が見てる限り少子化対策を日本がすることはありません。で、教育に関しても、東大に受かった人が、今の東大生を作るためのセンター試験みたいなのをひたすらやり続けるっていうのを文科省がやってるので、東大生の社長の割合多いかっていうと低い。一大生の方が社長全然多いよねって話で、新しく物を作って、それを売るというスキルを磨こうというのは教育はやってないんですよ。なので、教育の方向性悪いよね、人口を増やすっていうのやってないよねっていうのがあるので、なのでずっと日本のマーケットと海外での日本の商品のシェアというのは下がり続けてますよって話なので、20年後だったら政策で解決できると思うんですけど、1、2年とか今の政策でどうこうなるような問題ではないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。